INFJ の皆さん、なんで私ばっかりこんなに人間関係で疲れるのって悩んでいませんか？前回の動画でその根本原因を深掘りしましたが、実はその疲れの原因と解決法がアドラー心理学で解明できるかもしれません。この動画であなたの人間関係の悩みが劇的に軽くなる3つの実践法がわかるかと思います。お疲れ様です。私も INFJ として他人の感情を背負いすぎて疲れ果ててしまった経験が何度もあります。友人が少しでも元気がないと、私が何か悪いことをしたのかなと一晩中考え込んでしまったり、職場で同僚の機嫌が悪いと私の存在が迷惑なのかもしれないと深刻に悩んでしまったり、まるで他人の感情の重さを全て自分の肩に背負っているような感覚でした。でも今日お話しする方法を実践してから本当に心が軽くなったんです。それはまるで長年背負っていた重い荷物をようやく下ろせたような、そんな解放感でした。このチャンネルでは INFJ の皆さんが自分らしくもっと楽に生きるための具体的な方法をお伝えしています。理論だけではなく、実際に私が試して効果のあった実践的な内容をお届けしているので、きっとあなたの役に立つと思います。今日も最後まで一緒に学んでいきましょう。ひなたさん、僕は INFJ じゃないけど、人の気持ちを考えすぎて疲れちゃうのだ。友達が大丈夫って言っても、本当は大丈夫じゃないんじゃないかって心配になって、夜も眠れなくなることがあるのだ。どうすればいいのだ？ずんどもの気持ち、めちゃくちゃわかります。その優しさや深い共感力は本当に素晴らしい特性なんですが、時として自分を苦しめてしまうこともありますよね。今日はその解決法を具体的にお話ししますね。今日のテーマはアドラー心理学の課題の分離を中心とした INFJ の人間関係改善法です。前回の動画では INFJ の短所が生まれる根本的な原因、特に幼少期の家庭環境や学校、社会での体験がどのように影響するかを詳しく解説しました。今回はその原因を理解した上で具体的にどう対処していけばいいのかを実践レベルでお伝えします。特に INFJ はその深い共感力ゆえに他人の課題まで自分の責任として抱え込んでしまう傾向があると考えられています。これは INFJ の主機能である内向的直感が相手の感情や状況を深く読み取ろうとする特性と密接に関連していると思われます。この動画を最後まで見れば、なぜあなたは人間関係で疲れてしまうのかの根本原因が分かり、今日から実践できる3つの具体的な解決法が理解できるかと思います。そして何より INFJ の素晴らしい共感力を自分を疲弊させることなく健全に活用する方法が身につきます。具体的にはまず課題の分離という概念を理解し、次に日常生活での実践方法を学び、最後に感情管理の技術を身につけることで人間関係のストレスを大幅に軽減できるようになります。これらの方法は心理学的な根拠に基づいているだけでなく、私も効果を実感している手法です。3つの解決のットってどんなものなのだ？早く知りたいのだ。では早速、まず最初に INFJ が知らず知らずのうちに陥ってしまいがちな課題の混同パターンから具体例を交えて深く見ていきましょう。このパターンを認識することが解決への最初の鍵となります。INFJ は他者の感情やニーズを深く察知する能力に優れています。これは本当に素晴らしい長所なんですが、時として他人の課題まで自分の課題として抱え込んでしまう傾向もあるんです。この課題の混同は INFJ の人間関係で疲弊する最も主要な原因の一つだと考えられます。例えばこんな経験ありませんか？友人が約束に10分遅刻してきた時、何かあったのかな？もしかして私のことを軽く見ているのかな？私が何か気に障ることをしたのかもしれないってものすごく心配して、相手が来た時にはもう自分の中に重い空気が出来上がってしまっている。相手が電車が遅れただけだよと軽く説明しても、内心では本当は私との約束を重要視していないのでは、もしかして私と会うのが面倒になったのかもと疑い続けてしまう。私も昔まさにこれでした。友人が少しでも不機嫌そうだと、まるで自分の心臓を握られているかのように感じ、その場の雰囲気をどうにかしようと必死になってしまっていました。あるのだ。友達が元気ないと僕が何か悪いことしたのかなって不安になるのだ。昨日も友達が疲れたって言っただけなのに、僕といると疲れるのかなって一晩中考えちゃったのだ。相手が大丈夫だよって言っても本当に大丈夫かなってずっと考えてしまうのだ。そうなんです。 INFJ は内向的直感が強いため、相手の行動の背景にあるかもしれない意図や言葉の裏に隠された感情を深読みしすぎる傾向もあると考えられています。この深読みは時に相手の真のニーズを理解し深い共感を示す素晴らしい能力につながりますが、同時に必要以上にネガティブな可能性を探り自分を追い詰めてしまう原因にもなります。心理学的に説明すると INFJ の脳では共感を司るミラーニューロンという脳細胞が他のタイプより活発に働くと捉えられます。これは他者の感情を自分の感情として文字通り追体験してしまうような現象です。他者が経験している喜びや悲しみ、怒りや不安をまるで自分自身が感じているかのように強く受け止めてしまう。
これが共感疲労と呼ばれる状態を引き起こし、 INFJ が人間関係において消耗しやすい理由の一つとなっています。相手の些細な表情の変化や声のトーンからその人の心境を敏感に察知し、それが自分の感情に直接影響を与えてしまうのです。さらに深刻なのは、この思考パターンが習慣化してしまうことです。常に相手の感情は自分の責任という前提で物事を考えるようになると、自分の感情やニーズを後回しにする癖がついてしまいます。その結果、自分が何を望んでいるのか、何を感じているのかが分からなくなってしまうこともあります。でも、ここで重要な視点があります。相手がどう感じるか、どう行動するか、あるいはどんな感情を抱くかは、本来、相手の課題であって、私たちの課題ではないということです。この境界線が曖昧になることで、必要以上に心を痛めてしまうんです。私たちは、他者の感情の受信機としては非常に優秀ですが、その感情の責任者になる必要はないのです。同じような体験をした人、いますよね。この苦しさは INFJ ならではの繊細さゆえのものです。でも大丈夫です。この続きで、その根本的な解決法を具体的にお話しします。ここで登場するのは、アドラー心理学の課題の分離という考え方です。これは、全ての悩みは対人関係の悩みであると説くアドラー心理学の中核をなす概念の一つです。簡単に言えば、その問題について最終的に責任を負うのは誰か、その結果によって困るのは誰かという視点で、自分の課題と他人の課題を明確に区別する方法です。アドラーは多くの人間関係の問題がこの課題の混同から生じると考えました。他人の課題に踏み込みすぎたり、自分の課題に他人を巻き込んだりすることで、不健全な依存関係や支配関係が生まれてしまうのです。課題の分離って具体的にはどういうことなのだ？なんだか相手を突き放すみたいでちょっと寂しいのだ。とても良い質問ですね。ズンダモンが感じたように、課題の分離と聞くと一見相手への共感を放棄するような冷たい印象を受けるかもしれません。しかしそれは全く違います。これは相手の感情や行動を尊重しつつ、自分自身の心の平穏を守るための非常に温かく、そして賢明な方法なんです。3つの具体例でその真意を深く掘り下げて説明しましょう。従来の考え方では、子供が宿題をしないと親である私が恥ずかしい思いをする、だから宿題をさせなければとなります。親は子供の将来を案じ、良かれと思って強制したり過度に干渉したりします。しかし課題の分離をすると、宿題をするかしないかは子供の課題であることが明確になります。その結果、成績が下がったり先生に叱られたりして困るのは最終的に子供自身です。親の課題は宿題の大切さを伝えることや勉強しやすい環境を整えること、つまり支援はするけれど強制はしないというスタンスになります。この区別ができると、親は子供の選択を尊重しながらも必要なサポートを提供することができます。そして子供も自分の行動に責任を持つことを学べるのです。友人が恋愛や仕事で悩んでいると、私が解決してあげなければ良い友人じゃないと思いがちです。 INFJ は特に困っている人を見ると放っておけない性質がありますから、この思いは非常に強く湧き上がるでしょう。そして友人がアドバイス通りに行動しなかったり、状況が改善しなかったりすると、まるで自分が失敗したかのように感じてしまいます。でも友人の人生の選択をして、その結果に責任を持つのは友人の課題です。あなたの課題は共感的に話を聞いてあげること、そしてもし求められたり必要だと感じた場合に自分の意見を伝えること。友人の人生を変えるのは友人自身であり、あなたではないのです。この理解があると、友人の悩みに寄り添いながらも過度に責任を感じることなく健全な関係を保てます。上司に嫌われたら仕事がうまくいかない、だから常に機嫌を取らなければと考えがちですが、上司のあなたをどう評価するか、どんな感情を持つかは上司の課題です。もちろん適切な人間関係を築く努力は必要ですが、上司の機嫌や評価に一喜一憂し、自分の行動が過度に左右されてしまうのは健全ではありません。あなたの課題は誠実に仕事に取り組むこと、プロフェッショナルとして質の高い成果を出すこと、そして必要なコミュニケーションを取ること。上司がどう思うかは上司の課題であり、あなたは自分の仕事に集中し、自分のできる最善を尽くせばいいんです。なるほど。でも実際にはどうやって課題を分けるのだ？頭では分かっても心がついていかないこともあるのだ。その具体的な方法、次にお話ししますね。ズンダモンが言ったように、頭で理解するだけでは難しいこともあります。だからこそ日々の生活の中で実践できる具体的な3つのステップをご紹介します。これを知ると本当に心が軽くなりますよ。では、課題の分離を日常生活で実践するための非常に効果的な3つのステップをお教えします。これは繰り返し練習することで次第に心の習慣として身についていくものです。ステップ1、これは誰の課題
を常に自問する。悩みやストレスを感じた時、あるいは誰かの問題に直面した時、まず立ち止まって自分自身に問いかけてみてください。この課題の最終的な責任者は誰だろう、この問題の結果によって本当に困るのは誰だろうと。このシンプルな問いかけがあなたの心を冷静にし、状況を客観的に捉えるための強力なツールとなります。例えば友人があなたに愚痴をこぼしてきたとします。あなたはすぐに何とかしてあげたいという気持ちになるかもしれません。しかしここで、これは誰の課題と自問します。友人の不満を解消し、友人の人生を好転させるのは最終的には友人の課題です。あなたの課題は友人の話を聞き、共感を示すこと、そして必要であればあなたが提供できる範囲で情報や意見を伝えることです。また職場で同僚がミスをしてあなたがその尻拭いをすることになったとします。もちろんチームとして助け合うことは大切ですが、そのミスによって生じる上司からの評価や同僚自身の成長の機会は同僚自身の課題です。あなたの課題は与えられた役割を果たすこと、そしてもし必要であれば同僚に建設的なフィードバックを伝えることです。この自問自答を繰り返すことで、あなたは無意識のうちに他者の課題を自分の肩に背負い込む癖から解放され始めます。最初は難しいかもしれませんが、意識的に続けることが大切です。ステップ2、健全な境界線を引く。次に自分と他者の間に見えない心の境界線を引く意識を持ちます。これは物理的な距離を置くという意味ではなく、心理的な距離感を適切に保つということです。相手の感情は相手の課題、私の課題はできる範囲で誠実に対応すること。相手が私をどう思うかは相手の課題、私の課題は自分らしく振る舞い、自分の価値観に基づいて行動すること。相手の人生の選択は相手の課題、私の課題は必要な時にサポートを提供すること。このように考えることで、あなたは不必要な心の負担から解放されます。例えばあなたが親切心でアドバイスをしたのに相手がそれを受け入れなかったとします。あなたはせっかく言ってあげたのにとがっかりしたり怒りを感じたりするかもしれません。しかし相手がそのアドバイスを受け入れるかどうかは相手の課題です。あなたがアドバイスをした時点であなたの課題は完了しています。この境界線を引くことは自己防衛のためだけでなく、相手の自立性を尊重することにもつながります。相手が自分で考え、自分で行動し、自分で結果を引き受ける機会を奪わない、それが真の意味での相手への信頼であり、健全な人間関係の基盤となります。ステップ3、実際の場面で応用する。理論を理解したら字は実際の場面で応用してみましょう。最初は小さな場面から始めることをお勧めします。友人が落ち込んでいる時、共感し話を聞くことはあなたの課題です。あなたは友人のそばに寄り添い、その感情を受け止めることができます。しかし友人の気持ちを元気にすることやその問題の解決策を見つけることは友人の課題です。あなたは支援者であり救世主ではありません。職場で同僚が困っている時、手助けを申し出ることはあなたの課題です。あなたは自分の時間や能力の範囲内でサポートを提供することができます。しかし相手がその助けを受け入れるかどうかは相手の課題です。またその問題から何を学ぶか、どう改善していくかという成長の機会も同僚自身の課題です。家族が自分の選択に反対している時、家族の意見を聞き彼らの心配を理解しようと努めることはあなたの課題です。しかし最終的な決断はあなたの課題であり、家族がその決断を納得するかどうかは家族の課題です。あなたは家族を愛していても彼らの期待や不安によって自分の人生の選択を歪める必要はありません。私の実体験をお話しすると、以前友人が仕事で大きなミスをして落ち込んでいた時、私は何とかしてあげなければと思い解決策を考えたり励ましの言葉をかけ続けたりしました。でも友人の反応を思ったほど良くなく、逆に重いと感じられてしまったんです。課題の分離を学んでからは同じような状況でも話を聞くことが私の課題、どう受け取りどう対処するかは友人の課題と考えるようになりました。すると友人も自分のペースで問題と向き合えるようになり、私も過度なストレスを感じることがなくなったんです。これなら相手を助けたい気持ちはそのままに、自分も疲れすぎないようにできるのだ。なんだか心が軽くなる気がするのだ。そうです。この課題の分離はあなたの素晴らしい共感力や優しさを失うことなく、むしろそれをより健全な形で発揮するための土台となります。しかし課題の分離だけでは感情面での負担は完全には解決できません。そこで重要になるのが自の感情管理の技術なんです。INFJ の深い共感力を健全に活用するためにもう一つ非常に重要なのが感情管理、特に iMessage というコミュニケーション技法です。これは相手を責めるのではなく、自分の感情や状況を伝えることで健全な人間関係を築き、自分の心を整理するための強力なツールです。私たちは無意識のうちに相手を主語にした言うメッセージを使ってしまいがちです。例えば、あなたはいつも遅刻する、あなたは私を心配させるといった表現です。しかしこれらの言葉は相手を責めたり非難したりする響きがあり、相手に防御的な態度を取らせてしまい、建設的な対話を妨げてしまいます。一方で iMessage は自分を主語にします。
私はあなたが遅刻すると心配になる。私はあなたの言葉に悲しくなった。といった表現です。この違いは、言うメッセージは相手に責任を押し付けがちですが、愛メッセージは自分の感情の責任を自分で取りながら相手への配慮を示すことができるんです。具体例で見てみましょう。友人への心配を伝えるとき。言うメッセージ、翡翠章。あなたはいつも無茶ばかりして本当に困る。もっと自分の体を大事にしなさい。愛メッセージ、私はあなたが最近無理をしているように見えてとても心配している。もし何か私にできることがあれば遠慮なく教えてほしいな。恋人の行動に傷ついた時。言うメッセージ、翡翠章。あなたはいつも私の気持ちを考えてくれない。だから私は傷つく。愛メッセージ、翡翠章。私はあなたが言ったあの言葉を聞いてとても悲しい気持ちになった。私にとってその言葉は少しきつく感じられたんだ。職場の同僚に協力してほしい時。言うメッセージ、翡翠章。あなたはいつも自分の仕事ばかりで私の手伝いをしてくれないじゃない。愛メッセージ、翡翠章。私はこの業務を一人で進めるのが少し大変だと感じている。もし君が手を貸してくれるととても助かるんだけど、どうだろうか。愛メッセージを使うことで INFJ の皆さんの深い共感力や繊細な感情を相手に押し付けることなく、しかし正直に伝えることができます。これは健全な自己表現であり、相手との信頼関係を深めるための重要なステップです。もう一つ重要なのは感情の言語化です。 INFJ は複雑で多層的な感情を抱えることが多いのですが、それを具体的な言葉にすることで感情に振り回されにくくなります。感情を言葉にすることはその感情を客観視し整理するための第一歩です。心理学では感情を言葉にすることで感情を司る脳の扁桃体の活動が抑制され、論理的な思考を司る前頭前野が活性化すると考えられています。これは感情のラベリング効果とも呼ばれています。私が実践している方法は、感情を感じた時に次の3つの質問を自分にすることです。1、感情の特定。今私は何を感じているだろう。不安、怒り、悲しみ、苛立ち、寂しさ、喜び、安堵など。2、感情の強度。その感情の強さは10段階でいくつか。10は最大、1が最小。3、感情の根源。なぜ私はこの感情を感じているのだろう。何がきっかけで何が原因だろう。例えば職場で上司に注意された時、漠然と嫌な気持ちと思うのではなく、恥ずかしさが7、悔しさが5、不安が8というように具体化します。そしてなぜそう感じるのかを分析します。完璧でありたいという期待を裏切られた恥ずかしさ、努力を認められなかった悔しさ、今後の評価への不安というように、この作業をすることで感情の正体が明確になり、適切な対処法を考えられるようになります。また感情を客観視することでその感情に飲み込まれることを防げます。できれば紙に書き出すとより効果的です。書くという行為は感情を介在化し客観的に観察する助けになります。私は手帳に感情日記のようなページを作って定期的に自分の感情を記録しています。感情を詳しく分析するって面白そうなのだ。なんだか自分の心の中を探検するみたいでワクワクするのだ。やってみるのだ。最初は確かに難しく感じるかもしれませんが、練習すれば必ずできるようになります。感情に名前をつけることから始めてみてください。なんとなく嫌ではなく、失望している、不安を感じている、孤独感もあるというように、より具体的な言葉を使ってみましょう。これらの方法を組み合わせることで INFJ の素晴らしい共感力を自分を疲弊させることなく健全に発揮できるようになります。相手の感情を理解しながらも自分の感情も大切にし、適切な境界線を保った関係を築けるのです。今日お話しした内容をまとめますね。私たちは INFJ の人間関係で疲れやすい根本原因である課題の混同を深く理解しました。そしてその解決策としてアドラー心理学の課題の分離と具体的な感情管理という2つの強力なツールをご紹介しました。1つ目は課題の分離。誰の課題かを明確にすること。これは相手の責任を相手に課し、自分の責任を自分で引き受けることで不必要な心の負担から解放されるための境界線です。2つ目は健全な境界線を引くこと。これは相手の感情や行動に過度に干渉せず、また相手の感情に自分の心が支配されないための心理的な距離感を保つことです。3つ目は愛メッセージと感情の言語化。健全なコミュニケーションを築くことです。自分の感情やニーズを正直に、しかし相手を責めずに伝えることでよりオープンで健全な関係性を育むことができます。これらは決して相手を突き放すことではありません。むしろ相手の自立性を尊重し、自分自身の心の平穏を保ちながら INFJ の皆さんの深い共感力や思いやりという素晴らしい強みをより良い形で持続可能な形で発揮するための方法なんです。実際に私もこれらの方法を実践してから人間関係での悩みが格段に少なくなり、本来の優しさをもっと自然に表現できるようになりました。以前は人の感情に振り回されてばかりでしたが、今では相手の感情を理解しつつもそれに引きずられることなく自分の軸を保てるようになりました。
課題の分離を実践すると最初は冷たい人になってしまうのではと心配になるかもしれません。でも実際は逆で、適切な境界線があることでより安心して相手に寄り添えるようになります。自分が疲弊していては本当の意味で人を支えることはできませんからね。僕も今日からこれは誰の課題かなって考えてみるのだ。そして自分の気持ちもちゃんと僕は〇〇なのだって伝えてみるのだ。感情日記も書いてみるのだ。もしあなたも INFJ で人間関係の疲れに悩んでいるなら、まず今日から課題の分離を意識してみてください。そして実践してみた感想や体験談をぜひコメント欄で教えてくださいね。こんな場面で課題の分離を使ってみました、iMessage を試してみたら相手の反応が変わりましたなど、どんな小さなことでも構いません。同じ INFJ として一緒に成長していきましょう。次回は INFJ のためのストレス解消法と負のスパイラル脱出術をお話しします。今日の課題の分離と合わせて実践すれば INFJ として本当に楽に生きられるようになります。特に INFJ の陥りやすい思考の悪循環から抜け出す具体的な方法や効果的なリフレッシュ法、そして自分らしさを取り戻すための方法などをご紹介する予定です。絶対に見逃さないでくださいね。もしこの動画が少しでも役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんからの反応が私にとって大きな励みになります。 INFJ の皆さんが自分らしく幸せに生きられるよう、これからも心理学的な根拠に基づいた実践的な情報をお届けしていきます。コメント欄では今日の内容についての質問や感想、そして皆さんの体験談もお待ちしています。 MBTI のコミュニティとしてお互いに支え合いながら成長していきましょう。また次の動画でお会いしましょう。今日もお疲れ様なのだ。チャンネル登録も忘れなくなのだ。次回も楽しみなのだ。僕も課題の分離頑張って実践してみるのだ。